スパイのバサラカ9月13日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします、はい、メールいただいてます。ラジオネーム3時の母さん、ありがとうございます。ケンタさん、よすけさん、こんばんは。こんばんは。先日ギターをやっている長女が発表会でスパイアの青を演奏しました。すごい。出だしからギターが目立つ曲でめちゃくちゃかっこよく、曲のおかげもあり本人も満足いく演奏ができたようです、話は変わりますが、1ヶ月ほど前にラジオで読まれた、AI 化で夢を諦めたカニョンさんという方の娘さんの話を聞き、おせっかいながらも筆を取りました、はい。私は美術大学のデザイン科を卒業し、細々とデザインの仕事をさせていただいています。すごい。私も昨今の AI の進歩により仕事が減っていく懸念を少なからず抱いております、最近読んだ田原町さんの本の中で、田原町さんは人間は短歌を作ることを目的としていない、感情が主役であり、感情の発露から出来上がった短歌は感情のおまけに過ぎない、なるほどというようなことを書いていました、デザインに関しても同じかなと思います、システムを良くしたい、人に伝えたいという感情があり、その感情に基づいて制作していくのだなと、常にいろんな物事を見て使いにくい部分を良くしていくにはどうしたらいいかを考えることは人間にしかできないのではないかなと思います、カニョンさんの娘さん、いろんな経験をしていろんな職業に憧れてとても素敵です、自分の気持ちが一番大切なので自分の気持ちを信じて突き進んでいってほしいです、大変長くなってしまってすみません。スパイの感情や情熱にあふれた楽曲をこれからも楽しみにしています。ありがとうございます。あれだ、思い出した。AI があれしてるから、いろいろやりたい職業が変わっていくこの話だったね、AI に奪われるんじゃないかっていうことで、だから特定のものに一途になれないと言ってた子だね。まあまあでもそうね、まあでも結果これは音楽もそうですからね。まあね、今音楽もそうだよ。本当になんだろう、すごいものを作ってしまうので AI が、ライブもさ、もうちょっと変わってきてるよね。だからその、なんていうの、VTuber のね。いやでもVTuber とかは一番危ないと俺は思ってるよ。逆にだって AI が喋れるようになっちゃったら中の人がいらなくなるでしょ。まあ確かに、ね、VTuber がその、大多数が、好むような言葉を発してくれるわけだから、そっか。そうだから逆に、だからリアルな俺らみたいなバンドとかって、要はレコード的に残っていくとは思うんだよね。そのすごくさニッチなものなんだけど、ある程度一定数ものすごいそこにファンがいるっていうような、だから楽曲は正直もう AI がすごい作れちゃうから、だからこのなんだろう、普通の人が普通にサブスクでお金払って、こういうスパイアっぽい曲が欲しいってもうテキストを打っちゃったらそういう曲が出来上がってくるみたいな、でなんかスパイアっぽい新曲がずっと聴けるみたいな、っていうのが普通になっていくと思うわけよ。なるほどね。だけど、ここでなんかこうなんて言うんだろうな、だから楽器が演奏できるとか歌が歌えるとかって特殊技能じゃん一個、でもそれは AI が生でできないことじゃん、要はリアルに人がいてそこでこう爆音を体験するっていうのは、まあ、音をかければなるけども、その、あれだよね、 AI がいろんなあれを持って事前に準備した音であって、生の音ではない。だからどっちかっていうとバンドとかは特にその人たちがやってる、誰がやってるかの方がめちゃめちゃ今も重要になってきてるけど、そうだね。どんな曲かっていうよりも誰がやってるかみたいな、だからより人にファンはついていくと思うんで、だからデザインとかも結局そうなっていくと思うけどね、漫画とかもそうだけど、誰が描いたとか、ね、そうだから自分のなんか作品に意味を持たせるっていうよりも自分の作品がその人にどういう意味を持たせるかの方がすごいなんか重要になってきてる気はするよね。だからまあその奪われるっていうかどう共存していくかなんだろうなとは思うけどね。いやだから結局主導権を握ってなきゃダメだよ、人間がやっぱ。でも分かんない。だからそうやってさこう考えさせられてる可能性もあるよ、もう AI に。そっか、そうだよ。AI が出てこなかったらこんなこと考えないもんな。そうだし、このなんかいろんなこうなんだろう読み物をしてたりとか、そのいろんな YouTube で情報を得たりとかするかもしれないけど、それは全部
人間が主導権を持つべきだって人間は言われればそう思うわけじゃん、だよなって、人間は甘い方に転がりやすいから、っていうのは AI 知ってるから、そういう情報を見せられてる可能性あるからね。もう AI が精査して陽介のおすすめにはこれ流したらこいつ見るよねって、じゃあこう主導権に入れられてるんだ。そうだからこれもうこう逆説言ったらもうあれキリがないんで、まあね、だから主導権っていうよりも多分どうコントロールするか、どう付き合っていくかじゃない？だからなんだろう、 AI だからとか人間だからとか、っていうのの境目がなくなると思うから、今後、男女の境もなくなったじゃんもう今、そう倫理観としてね、いや本当にだからああいう未来が来るのかもね。デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームしてる？知らない。2030何年とか40何年をモデルにした、アメリカのデトロイトっていう街が、もういわゆるそのあれだよね、労働者たちの仕事が全部アンドロイドができちゃうみたいな感じになって暴動が起きて、でアンドロイドに自我が出始めて、で戦うみたいな、まあなんかそこまでいくかどうかは分かんないけどさ、でももうさ、そのゆっくりシリーズとか分かる？ YouTube のゆっくりレ夢ムとかさ、ゆっくりシリーズ、そうAI ボイス、今さ AI ボイスってなんか違和感あるじゃん。まあちょっとね、ちょっと、あるけど、でも昔ほど違和感ないでしょ、ってなってくると多分こういう俺らが喋ってる起伏のある、なんかたまに聞き取りにくいけど、たまに聞き取りやすいと、っていう方が多分違和感になってくるんだよ次。だから YouTube も、多分ゆっくりシリーズみたいな AI が淡々と情報を流すっていう方がみんな聞きやすくなってくるんだよね多分、そうすると人間であるから人気が出ないみたいな、YouTube になっていくじゃん。そうするともう AI ボイスが普通になるじゃん、なるね、そうするとこう人間がやっているっていうことがデメリットになっていくじゃん。まあ捉え方次第だけどニッチにはなってくる。だって本数が違う、もう AI がやりだしたらもう1日に生成される動画の量って人間が作る数百倍だからね、それが溢れたら多分もう人間の声の方が聞き取りにくくねって多分なっていくから、脳みそは。人がね慣れてって、だってみんな今さデジタルの音楽、バッキバキに調整された音楽、聴いてる人が、じゃあカセットテープ、レコード何でもいいよ、すごいそれを聞いて、音がいいなって言わないじゃん。言わないね。相当音楽 IQ 高い人が、何をもってこの音はいいとするのかっていう定義をつけた上で聞かないと、あれは、パッと聞いた人 99% 多分今の音の方が音がいいっていうからね。そうでもうね洗脳されてんのよ、遅いのよもういやだからもうこれはもう、あれなんだろうね、もうあるべきして出てきた一個のシステムなんだと思う、だから止められないから、でも AI にどういう仕事を任せるかだと思うんだよね。だって人間もさ必要だと思って開発してるわけじゃん、いやでも必要だよやっぱり、必要だと思う、そうだから統計やらせたらこれ右に出るものいないからね、AI って。だからね、まあいいと思うけどな、だからどうお付き合いするかですよ。まあでも本当にこの3時の母さんの言ってる通りだと思うな、いや本当そうだと思う。だから自分の感じた感情をどう AI にうまく渡せるかだよね、でそこで一緒に共同作業をしてよりいいものをブラッシュアップして作っていけるかだと思うから、これはもうね、でもねそれできるのって結局そのデザインを突き詰めてやってる人だし、うまく付き合えるかどうかってその一個のことをどんだけこう掘って、これがいいよねあれがダメだよねっていうのを分かった人が AI と一緒に多分結局はこう付き合っていけると思うから、だから結果人間ってやること変わらなくていいんじゃねって思うんだよね。まあ確かに無理に変えようとしようすることで、よりその AI に対しての嫌悪感が強くなったりとか、そのね懐疑心とかさ、なんかそういうものにつながって悪い方向に向かう気もしてんだよね。これメガさんとかこれ台本使ってないですか GPT。使ってみてくださいよ一回。これ多分あれですよ、なんかすごいいいと思いますよ。
台本とか多分整頓して書いてくれたりするんで、多分手間がだいぶ減るんじゃないですか。でよりこのさボインボイン兄ちゃんのシチュエーションに、いやでもねボインボイン兄ちゃんそういうね創作系ダメだから、あの人たち。いやだから、他をさ、メガピーが、回せてたら、ここにかけれる時間がかける時間ね増えるね。確かにもっととんでもないボインボイン兄ちゃんのシチュエーションができたりするわけ創作物がねそれは多分ね、それは人間じゃないとね、そうなかなか難しいからね。いいんじゃないですか、ね、そういう付き合い方でいいと思います。確かに確かに、ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください、それでは本編の収録へ行ってきます。